はい、こんにちは。多聞丸のこれ、多聞丸です。本日は、講談作戦のね、大入走作戦、こちらの方の攻略を配信していこうと思います。本日もね、だいぶ寒くなってきてしまって、朝がきつい日になってきましたけどもね、攻略の方は比較的、順調に進んできたかなとは思うんですけど、昨日に比べて若干ですね、改善をしておりますので、その辺を最初に説明してから出撃していこうかと思います。風貌9さん、今日も初コメありがとうございます。今日も最後までお付き合いいただけると嬉しいです。それでは、説明の方から入らせていただきます。今回は、道中の制空権争いが非常に厳しい海域になっていて、福田定一さんよろしいでしょうか。初めていらした方だと思います。ありがとうございます。どうも最後までお付き合いいただけると嬉しいです。今回昨日やってた段階で第3、第4の空襲を突破しようとした時に制空権をね、喪失状態になっていました。それでも、どうにか道中は突破できてたんですけども、多分そのままやり続けるとどこかでね、大ダメージをもらっちゃうなと思いまして、昨日までは熊の介入をね、第2艦隊に入れてたんですけども、今回は第1艦隊に入れて、制空権のね、強化を図っております。また第1航空隊は、一式はやぶさ3型の方をね、2つ配備して、あとは飛燕、スピリッツファイヤーの熟練ですね。こちらの 4中隊で第1、第2の空襲を受け持ってもらうという感じにして、残りの第3、第4は、はやぶさ64戦隊、自然界の343風、そして、ホッケーウルフ。これだとちょっと構造距離が足りなくなるので、熟練ですね。偵察機を乗せての出撃となります。これをすることによって、昨日まではね、制空権を喪失してた第3、第4の空襲マスを、劣勢までね、押し返すことができるという形を取れるので、これで、昨日道中ちょっと不安があったところは、だいぶ緩和されるのかなと。あとは、駆逐臨世紀、人権がね、警戒時に出てきたらもう多分仕方ないんでしょうけど、それはそれで、ワッシェン艦隊もね、出しますから、全力で当たっていきたいと思います。定一さんでよろしいんですね。はい。では、そのように思いましたので、よろしくお願いします。普段はね、こういう、集計表とかっていうのは、自分で見て判断して、戦いに挑むときは、艦隊の、大まかなね、関数とその装備の表、説明だけなんですけど、今回はちょっとね、空襲のあんまりにもきついのでね、制空値計算をさせていただいて、編成の方もね、組ませていただきました。はい。それでは、本体の方のね、説明をしていきたいと思います。
では、いつもの鎮守譜にね、戻ってきました。編成の方はこのようになっております。昨日までは、第一艦隊にアトランタをね、入れてたんですけども、熊野とアトランタを入れ替えて、あとはね、昨日と全く同じ、浜艦隊というね、単語作戦でいうところの、第二次輸送作戦、シーズンにのっとった艦隊で、この作戦は、軍海軍のね、協力によって無事に成功を収めた、そういう作戦なので、その縁起を担いでの艦隊名となっております。提督よ、わしかわしの出番か、仕方ないの。日清には、この通り、水上戦闘機、水上爆撃機の、制空とね、艦上、対艦用とね、両方の活躍を見込んでいます。あと、朝潮と海風、村雨、あられですね。こちら3艦にはすべてダイハツを搭載しております。今頃ご出勤？のろまなのね。そして熊野ですね。昨日は第2艦隊の方で活躍してもらいましたけども、今日はやっぱりね、水上戦闘機も必要になっちゃったんで、第1艦隊の方に回ってもらってます。対空と、その他、情報撃もね、できるような複砲装備になっております。続いて第2艦隊は、機関、夕張、そしてアトランタ、駆逐艦は島風、南、長波、そして昨日は阿武隈がいたんですけども、大和朝下に帰っています。装備の方はこのようになっております。提督、おはようございます。魚雷をね、積んでもらって、あと、速度の方は、今回は、高速にしなくてもいいということだったので、熟練見張り員を搭載。なかなかカットインがね、出てくれれば、比較的ね、駆逐輪制機にダメージが与えることができるんですけども、それが昨日なかなか出なかったので、照明弾じゃない、単焦灯ですね。こちらをお湯張りに持たせております。もしかして野戦だったら私はパス。で、アトランタの航空戦力がね、絶対に必要なので、昨日は制空権を喪失した状態でもなんとか突破できましたけども、今回はね、昨日に比べれば割と楽だとは思いますけども、それでも彼女の力がないとね、多分道中突破できないので、今日も活躍してもらいましょう。提督、おはようございます。そして島風ですね。昨日はね、島風野戦で臨戦機に凄まじいダメージ出してましたので、今日も引き続きね、攻撃のパクとして活躍してもらいたいと思います。1年間お世話になった道具の手入れやお掃除、楽しいですね。司令官はお掃除あまりお好きじゃないんですか？そして沖波もね、昨日臨戦機にね、島風と一緒になってだいたい400ぐらいダメージ出してましたから、今日も同じくね、ダメージを戦果を期待しての出撃となります。よーし、なんか突破した感あるな。気合も充実してきたぜ。お、なんだマキグモね、雑巾がけか？任せろ、やってやぜ、とりゃいいですね、長波、今日も元気いっぱいです。昨日はね、ちょっとね、被害担当官みたいな感じでほとんど攻撃参加ができませんでした。
ほとんどヒル戦でダメージを受けてしまって、野戦では活躍できませんでしたね。今日は野戦でもね、活躍できることを期待して、戦艦の方もね、見てくれると期待しております。そしてね、昨日はあぶくまに魚雷カットインをさせていたんですけども、今日はね、朝下の方に変わっております。巨大照明弾。本当はね、夜艇も積みたいんですけどもね、もうちょっと夜艇を積むだけのもうスペースもなくて、今できる装備をね、積ませてもらいました。一応この第1、第2艦隊、輸送、連合艦隊でね、やります。で、道中艦隊は、機関総流、駆逐艦の黒潮、親潮、そして金剛、比叡や春名の本域部隊ですね。そして決戦支援の方は、飛龍から機関になってもらって、カゲロウ、白目の駆逐艦、戦艦大和、武蔵、アイオワ、考えられる最高火力でね、臨みたいと思います。今日もかつお節さん、コメントありがとうございます。こんばんはです。昨日にね、引き続きの作戦となります。最後までね、お付き合いいただけると嬉しいです。それでは行きましょうか。基地航空隊は先ほどお見せしたような編成になっておりますので、そこはちょっと省かせていただきますけども、多分ね、道中は昨日よりはかなり安定すると思うんですけどね。作戦計画概要をご説明します。部隊もすべて出撃 OK ということで、それでは今日は駆逐2世紀絶対にね、勝利取ってやるつもりで来たのでね。皆の衆、抜病じゃ。このような航空隊のパワーはしないようにね、ないところですね。E4 の日報は11回しか行ってないので、よくわからないですと。そうですか。私も昨日の段階で6回出撃したかな。でもそのうち半分3回しか輸送作戦がね、成功できなかったんで、勝利もね、それでも1回取れましたから、本当に皆さん応援いただけて嬉しかったです。はい。装備さん、24攻略、頑張、ありがとうございます。看護師たちもね、このために訓練をしてきてるわけですから、きっと、ここもね、切り抜けてくれるでしょう。まずは、空襲ね、突破できましたね。全勝利と。計算通りとは言ってもね、こればっかりは、戦ってみないとわかりませんからね。親衛艦に使う兵装は私がきっちりチェックするからね。続けて第2空襲末を突破をしていきます。敵艦発見じゃ。艦隊合戦用意じゃ。急がんと。ここも
ほぼ 100%、ほぼですけどね、ここで抜けることができるんですけども、ちょっと島風被弾しちゃいましたね。テイチさん、コメントありがとうございます。こうしてみると、提督によってアプローチが全然違いますね、ということですね。私もね、普段はここまで計算して出撃するっていうのはないんですけども、ちょっとね、昨日どうしても制空権、喪失状態があんまり続いてしまったんで、それでちょっとこのままでいけないなと思って、調べた結果、こんな形になってしまったわけなんですけど。一応手持ちの戦力でね、なんとか回せたっていうところが、今回良かった点だとは思います。あとはこの回帰を突破できるかどうかは、信じて送り出してますのでね。第3空襲マス、行ってみたいと思います。ここからね、どうしてもね、空襲が強いからね。さあ、僕、戦、劣勢だな。よし。そしても空襲され続けることによって、こちらの関西機もね、徐々に削られていってしまうんで、初めに出した制空値が後半になればなるほど当然低くなってしまいますから、それでも最低限度の制空値を誇っていないと、制空権を失ってしまうことになりますので、そのためのね、航空隊の増強ということですので、さあ、第4戦になります。ここもね、ここはもう完全にギリギリなんですよね。それでも、喪失にはならないだけの戦力を投入してますので、おそらく、大丈夫です。いいですね。空襲の方はもう、だいぶ予想していた通りのね、展開になってくれましたので、ここまでは問題ないようですね。そうですね。それに加えてね、Q2 がね、襲いかかってくるからね。できれば、開幕でね、落としてしまいたいんですけども、それもね、警戒時になられれば起こすことも叶わず、先制来撃で2隻持っていかれるっていうのが昨日のパターンでしたから、そうならないためにも、支援艦隊ね、しっかり仕事をしてくれると期待をして、装備の方も固めてきております。まずはこのマスを突破していかなければならないけど、よし。世界人ではなく、30人。よし、これで突破できるぞ。基地航空隊も存分に働いてくれましたね。当たらなかったが、でも残りはね、実績だけなんで、よし、これでまず道中は完了ですね。なんじゃ、わしが一番活躍したんかね。
まあ仕方ないのう。わしゃいろいろと出来がええけんのう。基地航空隊のね、陸軍、海軍のきっちりチェックするからね。支援と、そして足が艦隊の防空能力、まあ、そういうのすべて合わせ持っての道中突破ですね。おー、そう。ここで大江戸さん出ちゃうんだなぁ。運営はどうぞお任せください。大江戸さん、よろしくお願いします。これ出るとちょっとびっくりしますね。さあ。輸送作戦を成功させるためにはね、勝利が必要なんですけどもね。普段はだったらそんな難しくない任務なんですけど、ここだけはちょっと別格なんでさあ、今日も勝利取らせてもらうよ。行くぞ。第4警戒航行所ですね。警戒陣だけはやめてほしいけど。初織さん、およどさん、おめめありがとうございます。よし、30陣。いいぞ。出撃。2発。昨日のダメージを出してくれた2人を狙ってくるとは分かってるね、やっぱりな。まあ、もう第二艦隊が半分やられてしまった。もうかわした。阻止もやるな。臨世紀の攻撃はね、ほんと命中率が高いんで、かわせないと思ってたんですけど、かわしてくれましたね。残り、なんとか中波まではね、落としておきたい。やったらないな。あ、でも中波にはできたね。よし、これでなんとか倒せそうなところまで来ました。読むよ。また別の顔なんだから。どうだ。60人。硬い。状態でも落とせないか。じゃあやっぱ中波だとな。ダメージが出ないな。どれくらい出る？私も109。硬い。考えられる最高の状態でね、野戦には入ったんは最高でも、ほぼ、ね、いい感じで入ったんですけどね。やっぱりね、駆逐臨世紀強いな。わしゃいろいろと出来がええけんの。あたいが一番やりだね。まあ、こう見えてエースだぜ。任せな。でもね、輸送作戦はこれでね、1回目、無事に終了しました。皆さんもね、この駆逐臨世紀の強さ、見てもらえれば、お分かりだと思うんですけども、あれがね、警戒時になってしまうともう、誰一人落とせないっていう場合が発生するんでね、かなり絶望な感情になっちゃうんですけど。だいぶ到達さえできれば、なんか勝てそうな雰囲気が出てるんで、今日はいけそうだなと思います。基地航空隊を本当はボスに臨世紀に出したいんですけど、
あまりに対空が高すぎてですね、多分全滅するんですよね、出すと。だから、ちょっと出すに出せないところがあって、もちろん道中の艦隊も無視できませんから、そちらに全力を注いでいるという結果の現れなんですけどね。匂いついちゃう。少しおやす。たくさん直すよ。司令官、誠にお恥ずかしいお話なのですが。値としたことが、ちょっと伝送砲ちゃんも修理してあげなきゃ。ごめん、もっと戦いたいんだけど。これでだいぶ用意はできましたね。わしの出番か。では、2回目ね、行ってみたいと思います。作戦計画概要をご説明します。一応ね、ゲージが最後の状態になったら、基地航空隊も臨世紀のところに出していこうかなと思いますけども、まずは、嬉しいな。そこまで削るまではね、道中を突破していくことを最重点としていきたいと思います。自分も、E4、2の候補のボスの戦績は、S が5回、A が6回、この S 勝利は安定しませんと。そうですよね。私まだ、大しか勝ったことないです。それも、TG 有利の状態で、開幕でもう全部、追反艦も落としてね、それでも野戦まで持ち込んでようやく倒せるというね、状態でしたから。それだけこう、突破するのは大変です。うん。でもだからといってね、弱気になっていくわけにいかないんでね。しないと、最後までたどり着かないというのももちろんなんですけども、どうやらこのボスを倒した後でももう一回来ないといけないということなので、そのことも考えるとね、きちんと結果が出せるようにしておかないと、その先に進むことができませんからね。全力で倒していきます。ありゃ、敵艦発見じゃ。艦隊、合戦用意じゃ。急がと。では、第一航空戦は、劣勢でね、はできる。そんな感じのポイントでありますけども、どうかな。始めるよ。よし。これはノーダメージですね。すごいですね。勝利5回も取ってるということは2回に1回ですからね。自分なんかは、勝利取るのさえ 50% ですから、実力っていうかね、艦隊の力が試される、そういうところですよね。この第2の輸送作戦っていうのは。私個人的には輸送作戦がね、大好きなものですから、輸送艦隊をやっぱ使っていきたい立ちではありますけどもね。でも、ここまで強い敵を置かれてしまうとね、今後はもうちょっと、小型手法をね、回収しておかないと、決定打がね、出しづらくなってしまう。魚雷頼みだけの戦闘では、ちょっと息切れしてしまうかなと思うんで、T 型砲をね、今一つだけマックス作ってますけども、もう一本、作っておこうかなと思いますが、
今はちょっと大型手法の方ね、まだ回収終わってないのがあるのでね、そちらの方を優先的にやってはいますけども、最後は大型艦同士のね、砲撃戦、空中戦、その醍醐味が待ってますのでね。まあ仕方ないの。親衛艦に使う兵装は私がただまだそこに行くにはもうちょっとね、時間がかかっちゃうんですけど。王騎を糸目をつけず、ボスに陸鋼を大量投入した結果ですか。なるほど。自分も、どうしても熟練度落ちちゃうっていう恐怖で、駆逐輪世紀怖くてなかなか基地航空隊出せないものですから。でもやっぱり基地航空隊を出すことで、撃破できる可能性のね、高まるということは、これはやっぱり有益な情報だと思いますので、ありがとうございます。今は輸送作戦を成功させるためにと思っての編成をしていますけども、勝利取るためには、やっぱり基地航空隊をね、集中して出す必要がありそうですね。その時には、このように集中させてね、戦役させたいと思います。なんじゃ、わしが一番活躍したんかね。まあ、計3回の、W マスは短縮ルートで1回、走行破壊で2回の計3回で処理が必要だということですか。これは大変ですね。3回取るっていうので。自分の艦隊の力だと多分1割から2割くらいの確率しかないと思うから。10回、20回目出撃すれば取れるんかな。でもね、そこら辺は、その時になったら考えます。こうやってね、アドバイスいただけてるんで、多分もっと早く攻略できると思ったりもします。さあ、第4航空戦。これがもう劣勢ギリギリの航空隊の支援になりますので、一番緊張するところですね。よし、抜けられたな。今回はね、基地航空隊の支援のもと、空襲マスでは全てダメージを受けずに突破できましたね。なんじゃ、わしが一番活躍したんかね。空襲マスはね、怖いですね。に使う兵装は私がきっちりチェックするからね。U のマスも油断できないんですよね。さっきは単獣人でしたけど、昨日攻略中で2回警戒陣来てますので、突破できるかどうかは陣形にもよるというのも非常に困りものではあるんですけども。来た警戒陣来た。ただ、ユニックは輸送物資を積まれていない分、使用が取りやすくなると思います。ということですね。来ちゃいましたね。条約違反陣形。これが怖くて、こっちに基地航空隊出してるんですけども、この陣形の恐ろしいところは、砲撃戦はね、お互い当たらないのはいいんですけど、打撃戦は関係なく当たっちゃうんでね、残らすとこっちもあっちもどっちもダメージが出ると。でも今回は、警戒陣ももう力でねじ伏せた感じがありますけどね。よし、こんな感じで道中の方はね、安定していきましょう。わしが一番活躍したんかね。まあ仕方ない。田中少将の指揮に勝るとも劣らないね。提督やるじゃんか。今回は特に何もなくガシャンでしたね。でもここは特に問題はありませんね。
その方が、残りが328か。それでは、今日2回目ね、どんな戦いになるのか、やってみましょう。さすが、大内様ですね。昨日はね、戦うことが本当できなかったんで、今日は活躍してもらいたい。今回も単純人だな。よし。これでダメージは通る。よし。円環体。見たか、この威力。そのために用意したんだぞ。正規の攻撃は確実ですね。捉えてくる。人気戦。ならないなぁ。開幕はもうね、最高の状態だったんですけどもね。そこからこう、なかなかダメージがね、結局中波まで持ってこれなかったというのはさすがですね。でも今回も輸送作戦は成功しております。あとは、パッドインをぶつけていきたい。これ、夕張のカットイン。50。50。でも50与えればね。よし、ショートの支援でね。さあ、こっからだ。島風。見たか、島風の本気力。長波。よし、落としてやった。どうだ。これが長波の力だ。約、トータル2回目のね、勝利取りましたね。わしが一番活躍したんかね。まあ、仕方ないの。開幕の攻撃もね、素晴らしかったですね。提督やるじゃんか。いける、いけるよ。ポリン175ということになりましたね。いすずです。水雷戦隊の指揮ならお任せ。全力で提督を勝利に導くわ。よろしくね。はい、いすずよろしくお願いします。この海域の場合だと、いすずもね、非常に有力な定順の候補になりますから、いすずを使ってね、攻略された方もいらっしゃるんじゃないのかなと思います。よし。作戦完了じゃ。ほんまに疲れたの。かつおべさん、島風ナイス、そして長野様、2回目ですけども、いや、本当に昨日は長波の活躍が見れなかったので、本当に嬉しいです。昨日、ほぼ開幕でね、中波が大破してましたからね。これでまた出撃可能です。よーし。感じで来てるな。やっぱり航空隊をちゃんと整備したのがね、安定してる証拠だと思いますけども。大丈夫。次の作戦には間に合わせます。久保家さん、ありがとうございます。来年もよろしくお願いします。今日はお付き合いいただきましてありがとうございました。日々お休みください。作戦計画概要をご説明します。ここまではすごい順調に来てますので、あと、連勝利を2回取れれば
第二輸送作戦をね、完了するところまでは来ています。最短でも2回必要ですから、まずは1回ね、勝利を、そして2回目の勝利をという感じでいきたいと思います。仕方ないの。定一さんも、自分も友軍到来までは仮眠です。ということですね。お疲れ様です。それではね、一瞬負けないように攻略の方進めていきたいと思います。ここまでね、お付き合いいただきまして本当にありがとうございます。今日は最長でも9時半くらいまでと思ってやっています。嬉しいな。さあ、夢の出撃だ。作戦計画概要を講談作戦見よう。最終作戦海域物資もようけこと積んだし届けたいの。皆の衆抜病じゃ。ちゃんと基地国体にして塩梅じゃの。多能作戦開始です。第一警戒、空襲、対空戦用意。ありゃ敵艦発見じゃ。艦隊合戦用意じゃ。急がんと。ありゃ敵艦さあ、発見じゃ。艦隊に、これで艦隊を守ってくれ。よし。今回も空襲ますね。ダメージが出てない。いいぞ。なんじゃ、わしが一番活躍したんかね。まあ仕方ないの。親衛艦に使う兵装は私がきっちりチェックするからね。続けてね、第2空襲ポイントも大丈夫、突破できる。ありゃ敵艦発見じゃ。艦隊合戦用意じゃ。急がんと。ちょっと強めの空襲部隊来ましたね。一応設定上でも一番強い空襲隊を想定しての防空戦闘となっていますので、喪失することは 100% ありませんけども、抜かれましたね。やっぱりね、用意しててもね、無傷ではやはり抜かせてくれない。なんじゃ、わしが一番活躍したんかね。まあ仕方ないの。親衛艦に使う兵装は私がきっちりチェックするからね。そして、これは後半戦になりますけども、その前にね、空襲、基地の空襲も来るんですよね。これもなかなか、厄介極まりない。では、後半戦の空襲ポイント突破をしていきます。ここからはね、お互いの1と1とのぶつかり合いで抜けていくようなところがあると思います。敵艦発見じゃ。艦隊
航空船は、ありゃ航空船はね、敵か損失はしてない。よし。合戦用意だおお、やっぱ狙い、弱ってる顔になってきますね。恐ろしい。でも、このサメかわしてくれました。なんじゃわしが一番活躍したんかね。まあ仕方ないの。親衛艦に使う兵装は私がきっちりチェックするからね。ね、いよいよ空襲マス最後1回目いきましょう。日系人で艦隊をね、第2艦隊が航空して、第1艦隊が制空担当と。敵艦発見じゃ。艦隊そして基地航空隊からもね、これはちょっと弱めの艦隊かな。大丈夫大丈夫。ありゃちゃったか。敵艦発見じゃ。始めるよ。風船は失礼ですね。大丈夫ですね。ここからは航空船はありませんから、ようやく一安心といったところです。なんじゃわしが一番活躍したんかね。まあ仕方ないの。親衛艦に使う兵装は私がきっちりチェックするからね。足が遅いって。みんなの力でね、ここまで来ました。あとはこの水上戦を突破していきたいところですが、さあ、基地航空隊との連携で突破を図っていきます。ありゃ敵艦発見じゃ。艦隊合戦用意だ。今回は米系人ですね。油断はできませんけどもね。よし、基地航空隊で半分3機落としてくれましたね。あとはそして本気支援。そうね、大物を狙っていきましょう。よし、あとは2隻。いろいろ試してみてもいいかしら。あと1隻。メガネが大丈夫。素を切らせて攻撃でを断つのよ。あなたって遅いのね。ですね。ここまでは順調です。それは改装された真のレディーのたしなみでもありますわ。ありがたくいただきますわ。第一艦隊では熊野が MVP をね、できますね。親衛艦に使う兵装は私がきっちりチェックするからね。足今回は夕張ね、活躍してもらってます。ね。もう途中の道中で、巡洋艦クラスを1隻しか入れられないっていうのもね、難しくなってる要因の一つなんですよね。初見さん、いらっしゃいです。レイニンさんですね。こんにちは、たまんまるです。今日は、24のね、第2輸送作戦をやっております。もうだいぶ大詰めまで来ておりますけども、よろしければ最後までね、お付き合いいただけると嬉しいです。さあ、戦闘開始となります。どういう陣形で来るか。低系人なら勝機はある。あるぞ、勝機あるぞ。ありゃ敵艦発見じゃ。艦隊合戦用意だ。先ほどの支援は凄まじかったが、飛竜頼む。今回は当たらない。いろいろ試してみてもいいかしら。直撃。厳しい戦いになってきましたね。叩き落とせ。ファイこれぞ酸素魚雷いっちゃって。メガネがこれは大
どうなる。島風。自分今 E4 まで手をつけていない。資材の回復中ということですね。イベントの方はね、まだ来月の中盤まではありますから、私もあんまり資源のことはね、あんまり持ってないんで言えないんですけど、どれくらいこの攻略かかるかまだ想像がつきません。ただ一つ一つをね、全力で当たっていかないことには次に進んでいかないんでね、予選突入していってみたいと思います。きっと勝てるぞ。どうだ、今日3回目の連撃74。軒並みを狙ってくると、一番ね、ダメージ出せる人を狙ってくるね。私も攻撃を見ろ。どうだ 414。これを、期待してのね、私もの投入、見事にとどめをさせてくれましたね。なんじゃ、わしが一番活躍したんかね。まあ仕方ないね。軒並みを狙ってくるあたりに、本当に臨世紀手強い。よし、あたいが一番やりだね。まあこう見えてエースだぜ。任せな。エースの活躍見せてくれましたね。私も、エスコメありがとうございます。これでようやく最後ですね。もう一度輸送作戦が成功すれば攻略完了となります。皆さん応援の方ね、よろしくお願いいたします。そして初撃よろしくお願いします。作戦完了じゃ。なんとかここまで見つけましたね。補給は大事。補給ありがたいです。これでまた出撃可能です。よーし。司令官、だいぶ誠にお恥ずかしいお話なのですが、この人たちもさすがにそろそろちょっと疲れがね見える頃なものですから、ちょっと休憩をね入れたいと思います。基地航空隊もだいぶ疲労がね溜まってきている頃ですからね。今40分なので42分くらいですかね。その頃になったら出撃をしようと思いますので、しばらくねお待ちいただければと思います。伝送砲ちゃんも修理してあげなきゃ。たくさん直すよ。ごめん、もっと戦いたいんだけど、ちょっちお風呂。シャワー浴びてくる。小さな損傷でも大きな被害になることになりますと、サシオの言葉通り完全に直してきますけどね。大したことはねえが、まあ少し休めばおぼろまたやれます。休息など必要ないが、提督よ。わしか？わしの出番か？仕方ないの。
それでは、時間になりましたので、出撃の方ね、していきたいと思います。嬉しいな。どうよ。今、勝利をね、取ってくれたこともあって、次の戦闘は A 勝利でもね、輸送作戦は完了となりますから、無理をしなくても、とは言ってもね、ここまで警戒陣が出てきてないかったのは非常に、運が良かったということが言えますので。最終作戦海域、物資もようけこと積んだし、届けたいな。最後まで気を抜かずに行きましょう。今回はね、ちょっと基地航空隊を分けます。道中と隕石の方にも出します。多分ね、半分以上落とされる可能性は高いんですけども、リスナーさんからの、助言もありますので、ちょっと試させていただきます。本当に勝利をね、取るとなれば、集中的に出すのが最も効果的ではあるのはわかりますけどもね。またね、道中も怖いもんですから、ちょっと卑怯なところありますがね。さあ、行きましょう。空襲戦、突破をしていきましょう。第一航空戦。ありゃ、敵艦発見じゃ。艦隊、合戦用意じゃ。急がんと。この第一航空隊の戦力的には、敵艦隊が約400、私の艦隊の航空隊の戦力では200ですね。ですから、圧倒的に足りてないといえば足りてないんですけども、それはちょっとね、もう予想艦隊では到底補えることができませんから、基地航空隊のね、支援を持って、なんとか劣勢までね、押し返す感じの編成にしております。さあ、第2の空襲のところもね、ここも敵艦隊の制空値は400を超えてきますからね。ありゃ、敵艦発見じゃ。艦隊、合戦用意じゃ。急がんと。こちらのね、私の方の艦隊の航空隊の戦力としては、先ほど200と申しましたけども、そこからおそらく今は10ほど低下して190程度の戦力になっているはずです。なので若干ですけども、喪失に若干近づいちゃってるんですよね。だんだん削られていく、ね。その空襲戦は消耗戦ですからね。なんじゃ、わしが一番活躍したんかね。これで第一航空隊の支援が完了ですね。ここからは第三航空隊の陸上機からの支援で空襲パスを攻略していく形になりますね。この空襲マスはね、前半の空襲マスでだいたい400を超えている敵の制空値がさらに上がって約480くらいの、ね、制空値を持ってきますけども、対するアン艦隊が180まで
制空値が下がってきています。ですから、昨日はちょっとこの計算をね、おろそかにしてましたので、完全に喪失状態でね、戦ってましたが、今日は、ギリギリ拮抗するだけのね、航空隊を出しております。なんとかね、ここも切り抜けることができたようですね。なんじゃ、わしが一番活躍したんかね。まあ仕方ないの。親衛艦に使う兵装は私がきっちりチェックするからね。そして最後ね、4回目の空襲ポイント見たいと思います。おそらくここのポイントが一番敵の制空値が高い480を超える状態になりますね。対する我が方の航空隊の戦力は170までですから、当初出撃している時と比べると、20から30、数字の上では迫っている状態になりますから、その分基地航空隊を強めにね、支援を出しているような感じになって、ようやく、劣勢状態ということですからね。ギリッギリなんですよね、この成功が本当に。なんじゃ、わしが一番活躍したんかね。まあ仕方ないの。親衛艦に使うこれも私がきっちりチェック海上とね、陸上からの共同作戦で突破を図ってきましたが、ようやくここまで来ました。さあ、で、今回はどうかな。警戒陣だったりしたら、ちょっとね、先ほどと比べて基地航空隊も1回しか本気できないから、ちょっと不安って言えば不安ですけども。宇宙人、あとは戦う前にどれだけ叩けるか。2隻、そうかな。こめ、そうべしさん、ありがとうございます。あと1隻。よし。ここまでは、もう想定通りのね、一回できて、本当にね、みんな頑張ってくれてます。あと一息、頑張って。わしが一番活躍したんかね。まあ仕方ないの。親衛艦に使う兵装は私がきっちりチェックするからね。それでもね、実戦といきたいところですが、今回はどういう結果になるのか。恐ろしいですけども。行きましょう。第4警戒航行序列。戦闘開始。頑張ってきてね。よし、単獣陣。これで、勝てる。出るぞ。よし、基地航空隊もね、バツ当ててくれたし。さあ、支援艦隊。よし。もう先制攻撃もさせない。あと一隻落とせば、今回は勝利できるのにな。私も潰してきたか。さっきのね、主君者を叩いていくところがさすがですね。アトランタ、かわしてくれた。
大きな波に来たか。大丈夫です。メガネは日清艦隊の被害がね、だんだん大きくなっていく。1でもいいから削ってくれ。100。持ってる戦力としては、島風と長波であれば200がダメージ出せますんで、大浜でね、追い込めれば、こちらの攻撃を阻止されることなく、いけるはず。どうや。よし、大破だ。よし、あとは島風。行ってしまえ。足りない。長波倒したです。長波、今回、昨日はね、ほんと活躍、してたんですけどもね、戦闘での活躍もできなかった。今日は本当、戦闘で活躍できて、よかった。よかった。わしが一番活躍したんかね。まあ、仕方ないの。田中少将の指揮に勝るともね、一回も、ボス戦で警戒陣出なかったんでね。いけるよ。今日は、それにも助けられました。本回帰輸送作戦、完了いたしました。本当応援、皆さんありがとうございます。先にね、進むことができます。せいぜい頑張りなさい。そして村君も頑張りなさいとね、励まされましたんで、頑張っていきたいと思います。ですね、七波様の電撃がね、本当はもっと運の値がね、回収できてれば、カットインもしたいんですけど、まだ運の値は33とあまり評価されていないんで、こんな感じでね、できましたけども、かつおりさん、輸送作戦攻略ありがとうございます。なんとかね、今日は当初の目的を達成することができました。本当皆さん応援ありがとうございます。それでは、今回はね、作戦が完了となりましたので、カンコレの配信はここまでいます。初めての方もいらっしゃるので、一応、私、タモン丸のカンコレのタモン丸です。カンコレのね、配信をやっているものなんですけれども、こうやって回帰突破攻略っていうのをやってるのは、今回、初めての好みというか、自分的にはまだまだ試行錯誤の感じでやらせてもらっています。なので、いろいろこう、コメントとかでね、助けられながらやってきてますので、もし気づきの点とかね、ありましたら、コメントいただけると、それを参考に次回もね、頑張って配信の方やっていきたいと思っております。それと私の、番組としては、その目標が達成して終わるときですね、コーナーを一つ設けております。今日が12月31日ということで、この日にあやかった記念日を紹介させてもらっております。今日はね、そちらの紹介をさせて、いただきたいと思いますので、少々お待ちください。はい。では、用意が整いましたので、では
オープンしましょう。はい。こちら、はい。本日12月31日はシンデレラデーとなっております。シンデレラ、皆さんもよく動画とかで知っていらっしゃると思うんですが、夜の12時までには帰らなければならないシンデレラ。そして1年で一番夜の時間気になるこの日ということを、当てられての記念日だそうです。シンデレラ、フランスの文学者シャルル・ペローによる物語、19世紀の、ドイツの文学者グリム兄弟によるグリム童話というのが、この原作ということになります。日本語ではハイかぶり姫、あるいはハイかぶり。シンデレラは本来エラという名前ですが、愛で漏れた姿を、義理の母たちに、ハイかぶりのエラ、死んだエラとからかったことから、シンデレラと呼ばれるようになったそうです。こちらの、原作はこのフランスのね、文学者のシャルル・ペロー原作をモチーフにして、ディズニーのね、アニメーション、シンデレラが1950年、昭和25年にアメリカで公開されました。制作者のウォルト・ディズニーはこの映画に構想に27年もかけたということなので、並々ならぬ思い入れがあったのだろうとは思いますけども、今日にはリメイクされたね、実写版のシンデレラというのが2015年、平成27年に公開されたということで、これから先も語り継がれていく、そんな名作童話ではないのかなと思います。今日は12月31日、シンデレラデーを紹介させていただきました。という、流れでの今日は、多聞丸のカンコレ、第二輸送作戦のパート2を送らせていただきました。ですよね、かつお節さん、構想27年でね、人で普通に言ったらもう四半世紀、もしかしたらもう人生のね、半分もそれにかけていたと。それだけ、その作品がね、9時になった、なっちゃいます。はい。静かな海、静かな夜の酒は、うまいの。そうですよね。というもんは、実にありがたいもんじゃ。一心からね、今、平和というのは実にありがたいものだと言葉もいただいたところで、本日ね、無事に作戦が終了したことで、番組もこれで終了させていただきたいと思います。次回は、いよいよ戦力ゲージのね、配信をさせていただきたいと思います。ちょっと、その間にギミック解除とかはありますけど、そこは配信外で攻略して、それが完了次第、また配信していきたいと思いますので、ぜひね、また見にいただければと思います。本日は最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。そして今日は12月31日ということもありましたので、良いお年をとね、ことをお伝えして、お別れしたいと思います。では、次回もお会いしましょう。じゃあね。